人は食べるものでできている。そして食べるものを選ぶとき、人は本性を晒す。美食の完成。プロローグ、逆転する立場。エリカのもとに招待状が届いたのは秋の夜だった。差出人の名前はなかった。ただ一枚の名刺が同封されていた。霧島グループ元顧問弁護士、水島勝郎。エリカは名刺を長い間見つめた。水島勝郎。祖父の時代からグループのホームを担い、18年前に突然辞表を出した男。エリカが14歳の時のことだ。水島が去った理由を祖父は最後まで話さなかった。招待状には一文だけ書かれていた。霧島翁が遺越したものについてお話があります。第一章、知っている男。指定された場所は神楽坂の小料理屋だった。個室に入ると70代の男が静かに座っていた。白髪を丁寧に整えた品のある老人だ。しかしその目はエリカが今まで向けてきた目と同質のものを持っていた。何かを知っている者の目だ。お久しぶりです、エリカさん。最後にお会いしたのはあなたがまだ中学生の頃でしたね。エリカは黙って座った。川上さん、鶴田さん、村瀬さん。あなたが助けた方々は皆おじいさまの時代に霧島グループと何らかの縁があった方々です。エリカは表情を変えなかった。私はすべて知っています。あなたが何をしているのかも、そしてなぜしているのかも。それで。とエリカは静かに言った。私を止めに来たのですか？水島は小さく笑った。いいえ。第2章、祖父の残したもの。水島が取り出したのは古い封筒だった。おじいさまから預かっていました。エリカが32歳になったら渡してくれと。エリカの手がわずかに止まった。封筒の中には便箋が3枚。祖父の筆跡だった。エリカへ。お前がこれを読んでいるということは、お前はもう私の罪を知っているだろう。川上のことも、村瀬のことも、そしてもっと多くのことも。私は事業を大きくする過程で、多くの人の土地を、店を、誇りを奪った。それが霧島グループの礎になっている。お前に贖罪を強いるつもりはない。ただ一つだけ頼みがある。エリカはゆっくりと読み続けた。水島が知っているすべてを彼に聞きなさい。エリカは顔を上げた。水島は静かに口を開いた。18年前、私が辞表を出した理由は、おじいさまの命令である食品会社の経営者を追い落とす工作に加担したからです。その会社の技術を霧島グループが奪いました。経営者の名前は、水島は一幕置いた。黒川純の師匠、中村宗介さんの兄です。エリカの目が初めて大きく見開かれた。エピローグ、連鎖する罪。その夜、エリカは長い時間をかけてペントハウスに帰った。中村宗介の兄が失った会社の技術は、やがて霧島グループの食品商社部門の基幹技術となった。中村兄弟はその事実を知らないまま、兄は業界を去り、弟は大分で小さな食堂を営んでいる。エリカは窓の外を見た。先日、黒川が、師匠の味は星なんかよりずっとうまかった、
と送ってきたメッセージを思い出した。その師匠の兄の人生を祖父が、そして霧島グループが奪っていた。エリカは初めて自分の制裁がどれほど小さなものかを知った。傷の連鎖は自分が思っていたよりずっと深いところまで続いていた。本日は第5話招かれざる客をお聞きいただきありがとうございました。祖父の手紙、水島の告白、そして中村兄弟をつなぐ見えていなかった糸。エリカは初めて知りました。自分の制裁がどれほど小さなものだったかを。次回第6話、食材のフルコース。すべての皿が揃います。近日公開。